日はですね、特任の寿司、琵琶湖と名水が育む旬を味わうということで、大宮島の方から久保寿司の店主の菅武様、お邪魔してくださってます。皆さんに市内の食をも堪能していただこうと思っております。それでは、今日は皆さん楽しんでください。乾杯。滋賀の水4種類飲み比べ、こんなマニアックな体験したことない。市川上流について軟水でもう癖のない感じ。滋賀といえば琵琶湖なんで、琵琶湖の水すごい気になる。ああ、全然違う。サメ貝の水、ミネラル感があってちょっと香水に近い感じがする。妙大谷の水、比べて飲むと口当たりとか余韻とかが違うぞ。水だけでこれだけ変わるってことは、日本酒も同じ県でもやっぱ水が違えば味が変わるってことだな。最初にお出ししているお料理は赤いこんにゃく、明源寺こんにゃく、こんにゃく2つをプラスで和えたのがそれです。色に見えているのは菊の花でございます。こんにゃくがブリブリで美味しい。豆の食感がクリーミーで美味しいな。これビアマスですか？ビアマスか。今日握りのネタもう全部滋賀のネタですか？創業以来の名物、サバとスガイだけ。琵琶湖の寿司ってことですよね。これは今何ですか？これ大和です。琵琶湖産の魚、小骨がやっぱりあるんですよ。で、それを骨切りするように刻んだもの、これを昆布締めにしてお寿司にしてます。今日握らせてもらっている魚はたまたま皆さんの前に出せるもので、同じものをまた食べれるかって言ったらそうではなくて、今日の出会いやと思っていただける。粒マスタードですか？そうですね。慎重に香りとかを楽しんでもらう方がいいかもしれない。淡いから繊細ってことですよ。そうですよね。海の魚って脂が乗ってて、それに比べると淡水魚って本当に淡いんですよね。でそこのところはやっぱりすぐに美味しいっていう風にインパクトが来ないので、じっくり食べてたらうまいかな。滋賀といえばビアマス。酢味噌がちょっとさっぱりで淡白だけどしっかり味がある感じ。食べやすい。大和鯉、鯉の握り、人生初だな。大注目のワカサギの新子仕立て。味が濃いっていうよりは余韻はやっぱりかなりさっぱりしてる。すごい滑らか。あ、違うんですか。滋賀のジビエ流茶碗蒸し。結構獣臭がする。美味しい。これが鱗がついててっていう魚ですね。これを、今から骨切りします。また骨がこう切れてるシャキシャキっていう音がおやりますかね。マジかける鯉の仲間ですか？正式な学識名称はニゴイなんです。
コイ科ですけど、コイではない、一応ニゴイという別の魚でして、まあ見た目がコイに似てるから、似てるコイでニゴイなんです。これがビワマスの卵、スズコと呼んでます。ビワマスのシラフです。今日は別の卵のマスのシラフ。ナマズの寿司も人生初だな。なかなか噛み切れないぐらい力強い食感がある。うまい。マジカの焼き島うめえ。味がめちゃくちゃ濃い。ビワマスのシラフ。これはビワマスのオスの方で、レベに玉ねぎをポン酢がかかっております。つぶつぶになってるもう一緒みたいなのはビワマスのいわゆる卵。ビワマス版のイクラ。ビワコの天然うなぎ。琵琶湖に天然うなぎがいるんだ。皮目がパリッというよりはすごいねっとりしてる。間違いないうまさ。こいつはやばいやつですよ。タフです。ほぼ出回らないです。骨はもううちで穴子とうなぎ混ぜます。フォルムが面白いですね。ビジュアルで受け狙いです。ビワコの卵はビワコの魚とビワコのエビをすり身にして入ってます。名物のサバ寿司。このサバだけ唯一滋賀のものじゃない。肉厚。美味しい。かなり味が濃い。でまた生姜でさっぱり。美味しい。ダフ貝。相当レアな貝。噛むほどに出てくる貝の味わい。口に触れた瞬間にシュワッと溶けた。美味しい。強烈な赤だし、美味しい。アイスも柿のアイス。シャキシャキしてる食感が。自家製のデザート、相当レベル高い。これビワマスですか？ビワマスか。ビワマスってビワマスの中で鮎を食べてそうなんですよ。鮎は脂が乗る。エビ食べると色が出ます。エビをばっかり食べているビワマスはオレンジが強くて、鮎ばっかり食べているビワマスは色は薄いけど脂が乗っているっていう。滋賀といえばビワマス。サーモンとはまた違った舌触りとこのワイルドな香りがビワマス感があって美味しい。これがビワマスの卵、スズコと呼んでます。つぶつぶになってるもう一緒みたいなのはビワマスのいわゆる卵。ビワマス版のイクラ。皮がプチッとしてて粒感がめちゃくちゃある。ビワマスのシラフです。
今日は別の卵とお酢のシラコ。ビアマスのシラコ。これはビアマスのお酢の方で、で上に玉ねぎをスポンジがかかっております。グリーンイースもありつつ、ビターな味わいが口の中にねとーっと広がっていく感じ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。今日はほとんどのネタが食べたことないネタだったので、めちゃくちゃ斬新だったというか、美味しかったです。普段の営業でも滋賀のその地物を出されると思うんですけど、ここまで滋賀に振り切ったお任せっていうのは特別なそうですね。和料理っていう料理で滋賀のもんばっかりのコース今も出してで最後にご飯もんでお寿司を売ってはいたったんです。でも、全部寿司、滋賀の寿司みたいにやったのは今日思い出した。東京のこのど真ん中で琵琶湖フルコースみたいなのを食べさせてもらえるのは本当に貴重な機会だったなっていうのは思いましたね。僕らとしても貴重な体験でもありますね。海だけじゃなくて川の魚とか湖の魚とかもちゃんといいものは寿司にして消化できて美味しいんだっていうのが学ばせていただいたので、もう琵琶湖の中でもこんなに豊富な食材がしかも美味しい食材があるんだっていうのが驚きでした。美味しいって言ってもらえて初めて僕らも琵琶湖の魚を料理する意味がやっぱりあるんですね。滋賀ってお寿司のイメージってあんまりなかったんですけど、これだけバリエーション多くしかも美味しく食べれるんだっていうのは本当に今日いい体験だったっていうのと、ビワマス3種類がやっぱり面白かったですね。あれはもう今のこのタイミングにしかない出会いもんなんで、褒め言葉として変態的な今日はお任せいただけたんで、お世辞抜きでめちゃくちゃ楽しかったです。ぜひお店にも、機会を行かせていただければと思います。寿司以外にも変なメニューがうちの店ちょっとまた変なメニュー食べさせてください。ありがとうございました。今日はごちそうさまでした。